チキンステーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、チキンステーキを作っていきたいと思います。もうすぐね、クリスマスということで、クリスマスにもぴったりな一品になります。皮をパリパリに仕上げるコツや、お肉を柔らかくてジューシーな仕上がりにする方法をご紹介していきます。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにチキンステーキの材料をご紹介します。材料はこちらです。鶏もも肉、塩、オリーブオイル、胡椒、こちらの材料で作っていきます。まずですね、鶏もも肉なんですが、今回は2枚用意しました。1つが約 250g になります。こちらは目安にしてみてください。そして今回のポイントはオリーブオイルですね。こちらのお肉をですね、一度オリーブオイルで漬け込んでいきます。そうすることでお肉が柔らかくなってとても美味しい仕上がりになります。それでは続いてソースの材料をご紹介します。材料はこちらです。お醤油、みりん、お酒、お水、お砂糖、ニンニク、こちらの材料でソースを作っていきます。今回ですね、ニンニクソースにするんですけれども、生のニンニクを使っていきます。もしない場合はチューブタイプでもいいんですけれども、生の方がね、香りがいいので、できるだけ生のものを使用してください。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずですね、お肉の下処理をします。一度ね、裏側にしていただいて、この皮をね、全体に広げます。このようにしっかり伸ばしてください。そしたらひっくり返して、この時にはみ出た余分な皮、そして余分な油、そして余分な筋を取り除いていきます。はい、このように取り除いてください。特にね、ちょっと黄色っぽくなってる油は臭みの原因になるので、それはきちんと取り除きましょう。はい、このように余分な皮と油と筋を取り除いてください。そしたらフォークなどで穴を開けてください。こうしていただくことで下味が染み込みやすくて、かつお肉もね、柔らかくなります。裏面もね、同じようにちょっと力はいるんですが、フォークで数箇所穴を開けてください。はい、 OK です。それではね、もう1枚も同じように下処理していきます。それではですね、続いて塩をね、すり込んでいきます。1枚につき塩はだいたい小さじ4分の1ぐらいで OK です。これでね、しっかりすり込んでいきましょう。こちらもすり込みます。裏面もね、すり込んでください。そうしましたら続いて胡椒を振ります。今回使うのがね、こちらテーブル胡椒ですね。こちら塩がね、入っていない胡椒をすり込んでいきます。はい、お肉はこれで OK です。そしたらですね、こういったジップ袋などを用意してください。ここにお肉を入れます。はい、そしてお肉を入れたらオリーブオイルを入れましょう。そしてね、全体になじませます。あんまりね、形が崩れないように優しくね、揉み込んでください。はい、そしてこのようにしっかりね、オイルをコーティングできたら空気を抜いて口を閉じます。はい、そしてこちらをこのまま冷蔵庫で1時間漬け込んでください。もし時間に余裕のある時は 2,3 時間漬け込んでいただくといいかなと思います。では漬け込んでいきます。それではですね、漬け込んでいる間にニンニクをみじん切りにしていきます。まず半分に切って、そしてこのニンニクの芽を取り除いてください。こちらはえぐみの原因になりますので、必ず取り除いてください。はい、そしたらこちらをみじん切りにしていきます。ニンニクはこれで OK です。はい、お肉もね、1時間経ちました。これから焼いていくんですけれども、焼く前に室温でね、30分ほど置いてお肉を常温の状態に戻してください。お肉が冷たい状態だと火の通りが悪くなるので、室温に戻していただくと中までしっかりね、火を通すことができます。今ね、このような状態です。それでは今から焼いていきます。
ではフライパンを用意してください。まだね火にかけない状態でお肉を並べます。お肉は皮から焼いていきます。並べる時はですね、この皮の部分をしっかり引っ張って伸ばして、そしてフライパンに置いてください。こんな感じです。今ねオイル漬けしてあるので油は敷かなくて大丈夫です。こちらも同じようにしっかりね皮を引っ張って、そして下に置きましょう。はい、そしたら火にかけます。火加減まず中火です。このまま一度ねじわじわじわっと音がしてくるまで焼いてください。はい、ちょっとねふつふつ音がしてきました。そしたらヘラを使ってお肉をね押さえつけていきます。このようにしっかり押さえつけながら焼いていきましょう。全体がこのようにじわじわっとして焼けてる音が大きくなってきたら火加減弱火にします。そして弱火でじっくりね火入れしてください。ちょっとね油跳ねしてくるのでやけどしないようにだけ十分に注意してください。弱火にするとね油跳ねもしにくくなります。もしね一緒にお野菜を焼くときはねこの空いた部分で焼いていただいてもいいかなと思います。もうとにかくね押さえながら焼くのがねポイントですね。ある程度ね皮を焼いている時にお肉にね火を通してください。はい、今ねだいたい8分ほど経ちました。今見ていただくとわかるかな、こんな感じでお肉にねだいたい6割から7割ぐらい火が通った状態です。そしたらね火加減中火に戻します。そしてまた押さえつけながら今度はねこの皮の部分にいい感じに焼き色がつくまで焼いてください。弱火のままだとねちょっとカリッとしないので中火でねちょっと焼いていきます。その時もこんな感じで押さえつけながら焼きましょう。ただね火加減強くすると油跳ねしやすくなるのでやけどにはね十分に注意してください。こういったね油跳ねよけなどあるといいかなと思います。あとねあんまり油跳ねが強い時はこういったねペーパーでねちょっと油を拭き取ってください。このね油を取る時もやけどしないようにね注意してください。鶏肉からもね油が出てくるのでそうするとね油跳ねしやすくなります。いい感じにね焼き色がつきました。だいたい2分ぐらい焼いてますね。そしたら裏返します。裏返したら火加減は弱火にします。裏返すとねさらに油跳ねしやすくなるので必ず火加減は弱火にしてください。最後ね中火で焼くことでこの皮の部分がねとてもカリカリに仕上がります。それではね片面を弱火で焼いていきます。この時もね油跳ねしてきた時は余分な油をね拭き取りましょう。片面に関してはだいたいね3分から4分ぐらいでいいかなと思います。はい、今ね片面だいたい4分ほど焼きました。そしたら火加減中火にします。そしてだいたい1分ぐらいね中火で焼きましょう。片面にもね軽く焼き色をつけていきます。少し押さえつけてください。はい、で1分ぐらいね中火で焼いたら最後仕上げですね。もう一度裏返して、そしてこのねちょっとまだ焼き足りないなっていうところを中心にまたヘラでね押さえつけながら強めの中火で最後焼いていきます。そうするとね皮の部分がとてもパリパリに仕上がります。この作業はだいたい1分ぐらいで大丈夫です。では裏返します。はい、OK です。火を止めます。このようにね皮の部分はパリパリに仕上がってます。そしたらこちらをお皿に取り出します。では最後ソースを仕上げていきます。この時にフライパンにね油がいっぱい残ってたり、あとはねカツなどが残ってる場合はそちらは拭き取ってください。このぐらい油を残した状態で OK です。そしたら火にかけます。火加減中火です。まずねニンニクを入れましょう。そしてニンニクの香りが出てくるまで炒めます。ニンニクがねじわじわっとして香りが出てきたらここにお醤油、みりん、お酒、お水、そしてお砂糖を加えます。これで混ぜましょう。混ぜたらこのままひと煮立ちさせてください。はい、 OK です。ほんの少しとろみがついたかなっていうぐらいになったら火を止めてください。これでソースの完成です。それでは盛り付けたいと思います。はい、これでチキンステーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。
最後はこのようにニンニクソースをかけて召し上がってください。皮もねこのようにパリパリに仕上がってます。そしてお肉もとてもジューシーな仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。お肉がとてもジューシーな仕上がりになってます。そしてこの皮のパリパリ感が最高です。さらにねこのニンニクソースと相性抜群です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のチキンステーキのポイントです。まずお肉に関してなんですが、今回1枚 250g ぐらいのお肉になってます。こちらは目安にしてみてください。そしてまずはじめに下処理は必ず行ってください。こちらをしていただくだけで仕上がりが全然変わってきますので、必ず行うようにしてください。そしてその後ですね、下処理が終わったら塩を全体にまぶします。ただこの時ね、塩をまぶしすぎるとしょっぱくなりますので、1枚ねだいたい小さじ4分の1より少し少ないぐらいでいいかなと思います。そのぐらいの塩をまんべんなくまぶしてください。そして今回ですね、その後オリーブオイルで1時間漬け込みました。お肉をですねオイルで漬け込んでいただくことでとても柔らかい仕上がりになります。時間がある時は 2,3 時間ほど漬け込んでいただいてもいいかなと思います。そして焼く時のポイントです。焼く時はですね皮をしっかり伸ばして、そして皮を下にして焼き始めてください。焼き始める時もフライパンを温めない状態で焼き始めることで皮の焼き縮みを防ぐことができます。そして最初は中火で焼いて、その後は弱火でじっくり焼いてください。そうすることできちんと中まで火を通すことができます。そして焼いてる最中なんですが、ヘラなどを使ってお肉を押さえつけるように焼いてみてください。そうすることで皮部分がパリッと仕上がりやすくなります。ただ鶏肉を焼く時は結構ね油跳ねしてきますので、やけどだけには十分に注意して焼くようにしてください。結構ねパチパチしてきたら余分な油を拭き取りながらやっていただくといいかなと思います。ただ拭き取る時もねやけどだけには十分に注意してください。そして弱火でだいたいお肉に6割から7割ぐらい火を通した後は火加減を中火にして表面がカリッとするまで焼いてください。この時ね火加減を強くするとその分油跳ねしやすくなるので、何回も言いますがこの時も十分にやけどに注意してください。あまりにもたくさん跳ねる時はですね、今回私が使ったみたいに油跳ね防止の網を置いたり、あとはね余分な油を拭き取りながら焼くようにしてください。一番ね油跳ねしにくいのは、ちょっと油が多くなってきたなと思ったら素早くね油を拭き取っていただくのが一番いいと思います。そして皮の部分がパリパリになったら裏返して、片面は弱火で4分ほど焼いてください。そしてね火が通ったなと思ったら最後は中火にして軽く焼き色をつけて仕上げてください。この時に表面にねちょっとまだ焼き色が足りないなと思った時はまた裏返してもう一度ね強めの中火で押さえつけながら1分ほど焼いてみてください。そうすることで表面がよりパリッとした仕上がりになります。そして今回はですねニンニクソースもご紹介しました。こちらを作る時はもし油が多かったり焼いた時に出たカスなどがある場合は拭き取っていただいて、少しね油を残した状態で作ってみてください。材料お手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はチキンステーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。